どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。一周回って何個も目覚ましかけるのをやめて一回きりに全てをかけるようになった女、さやです。5分おき3分おきみたいなのあったじゃん。スヌーズね。そうそう、あれやめて。やめたんだ。そう、お前はこの1回だけだ、トンオンみたいな。で起きないけどね。起きてるけどダラダラしてるから過ぎてるだけ。じゃあ起きてねえだろそれを世間一般で起きてねえってんの。失礼なということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。渋い、フォーがなければパッタイを食べればいいのよ。あの子は誰なんだ、まろやかに罵倒したい最近すごい思うのが、どこつら今アニメ化してるじゃないですか。さやが作るこのさやたを1分アニメぐらいにしたい。アーメンアーメン両 A 面両 A 面ということで今回ここにすら書いてないんですけど、どれだろう。今回やっていく企画は一体どれがパッタイ。 iPad の純正メモアプリでガチお絵描き。全然関係なかった。ここに iPad メモ帳って書いてほしかったんだけど。いいよ、書いてあげる。今書くんだ、左利きだったっけ君。絶対違う。すごいのが出てきた。土星さんの文字みたいになって土星さんの文字みたいな土星さんプーンポエーンみたいなそんな書けんことある。笑っちゃった。iPad メモ帳iPad のメモ帳というね、純正のメモアプリ。これがこれね、こういうこのアイコンのあるんですけど、これなんかふと思ったんですよ。最近パラちゃんがすごいそれでさ、落書きするんですよね。ちょっと見てほしいよ、見て。この新規メモっていっぱい書いてあるけどさ、これ全部パラ作品ね。ほらね、なんかいろいろあって普通にお絵描きができてて、パラちゃんがどこも汚れないから重宝しててよく使ってるんですよね。ロックがかかった状態でも使えるから。そうなんですよ。戻っちゃってもロック画面に戻るだけだからね。だからパスコードロックがかかるぐらいなの。そう1分間 iPad 触れませんみたいなそれなるぐらいなんですよ、メモ帳だと。だから結構メモ帳渡したりすること多いんだけど、そうだね、普通に書けねこれってなったんですよね。というわけで今回はこれを使ってお絵描きしてくださいという、非常に知ってるのよ。楽な動画です。戻れないのよこれ。戻れます。戻れる？戻るはあります。ダブルタップで戻るができないだけで戻るはついてます。あは。というわけでやっていきますか。さやぴゴミ出しつけといた。なんだそれ、そんなのつけられるの？メモ帳だもんな。はい、でこれねつけるとジラジラーっとしてる。なんだこれ。なんか上に向かってさざ波のようなこれ実際画面ではないですね。ここのペンマークをタップすると横からニョッとペンが出てくると。これね。ただこれだけなんですけど、これで書こうという企画です今回。先生、レイヤーはありますか？あるわけないだろ、メモ帳だぞ。紙に書いてんじゃないのか君は普段。確かにな。そうだよ、横にだってちゃんとあるんだよこれ。ちなみにこの A っていうペンは気をつけて。どれ？ A っていうペンがない。あるわ、びっくりした。出てきた。ペンめっちゃいっぱいあるんだけど、種類が。そうなんですよ。だからマーカーペンもあるし、ペン入れ用のペンみたいなのあるじゃん。ね、あるよ。面白。なんかこれ知らなかった。カリグラフィーみたいなやつ。見て。水彩みたいなペンあるんだけど。すごくない？今知った。本当だ。普段パラちゃんがさここしか使わないから、ここ物差しまでしか見てなかった。しかもなんか入り抜きもあるよちゃんと。すごくない？なんか全然書けるじゃん。ごめんね、全然落書きの時間です。はい、楽しいということでお絵描きやっていきますよし、行くぞー。でもそうだよね、これさめちゃめちゃ書いていきますみたいなのいる？そんな何それ、そんな様式あったっけ、夏目さんちって。ただね、これができないんで気をつけてください。ピンチインピンチアウトができないから、普通にマジでこのサイズの紙だと思って。そっかそっか。そうなんですよ。横でいこうかな。ステッカーを追加。シェイプ、何シェイプって？形なんか作るのがあったりするんじゃない？定規。すんごい定規出てきた急に。こうやって2人で並んでお話しするの久しぶりだね。毎回言うよなそれそんな久々ね。何時間ぶりかな、こんなの昼飯ぶり。何話していいのかちょっと分かんなくなっちゃったよ。それ重力違う星言ってたでもレイヤーがないといえど薄く書けばね、でも下書きはできますよ。薄く？
何呼んだ私のことこちょっと待ってさやっぱスッと消しゴムがさ出せる国にさ消しゴムはあれね消しゴム消しゴムなんか使ったら壊れそうなこれねこのやつしかないよ。友情壊すタイプの消しゴムね。そうそうそうこれねそれ使うんかよみたいな。そう友達に貸してここ使われるとマジでもさでも自分でも使わないよねって話だよねそこね。一回さっくり書いてさレイヤーがないとか下書きがどうこうみたいな感じに怯えちゃいけない。そうだよ。そうすごくない？でもなんかさ結構なんか普通になんかさお絵かきアプリレベルで書けない？なんかちゃんとこう画材の質感がある。鉛筆みたいな。鉛筆があるんだ。青鉛筆みたいなやつ書いてる。ちょっと待ってちっちゃくしてもらっていいかな。ちょっと待ってちっちゃくなれない。デジタルで書いてるのはアナログっぽいっていうなんか星1アプリの時も同じ気持ちになったのね。でもはるかに書きやすい星1アプリより。それはそうかも。消しゴムのサイズ調整消しゴムのサイズ調整できないですか？少しもサイズ変更できないわ。本当。ありのままのサイズなの？お絵かきアプリ使ってて疑問を得たエルさ。今でも俺の頭の中に浮かんだってあれは何だったの？何だったの？分かった。何？トゥルトゥルトゥトゥル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 トゥトゥルトゥズだった。動物たちが一見仲良さそうに暮らしてるけど実は問題が全部後回しになってるあの場所のこと？ズートピアって言えよ。この前なんかさ散歩中になんかめちゃくちゃ面白いことあってさ2人でさすっげえ話したなんだっけ。散歩中めちゃめちゃ面白いこと正直起きてるよ何度も。思い出したウグイスだ。ウグイスか。そうウグイスまあそれもあるか。それもあるの。そうこれね絶対動画で言いたいと思ってたんだよ。ウグイスの鳴き声について毎年ゲンさんと毎年考察してるよね。そうあいつ結構今うまかったねとか、あの子ちょっと下手くそだよ今多分頑張ってるんだろうねとか何様っていうぐらいウグイス鳴き声コンテストやってんだよね。そう勝手にね。したらねなんだっけどんなやつほキキキョンみたいなやついたんだよ。大体のウグイスってやっぱさ正統派はほキキキョンみたいな感じでみたいな感じですごい綺麗に流れるようにちゃんと美しく鳴くやつがやっぱモテるんだよ。モテるメスに。そうやっぱり7月ともなってくるとハイシーズン終わるというかオスたちがメスにアピールするさ一番コアタイム終わるじゃんらしいんだよね。なんだけどその時期になってもなお泣いてる子は若干出遅れてるみたいなのがあるらしいんだけど出遅れてる子でめっちゃこいつ声綺麗じゃんみたいな。そうだからもうめちゃめちゃ広いところにすっごい響くんだけどすごいいい音でね鳴くんだよね。でもそいつ鳴き声がさほけききょんそうほけききょんみたいな感じでさほけきょじゃなくてほけききょんみたいななんかそうキョキョンかなんか余計な多分アレンジが入ってて急に破ってるやつでもねめっちゃ声綺麗なの。そうめっちゃ綺麗マジで綺麗。やっぱああいうやつにプロデューサーが必要なんだよなっていう。プロデューサーいたら絶対光るんだあいつすっごい美しい声だったからそうなんだよね。ちょっとあいつはもったいないよな。あいつはもったいないよ。あいつは多分1回のメスにはね多分理解されないんだと思う。かわいそうだよね後で理解されるタイプというか。悔しい。あいつの良さを知らしめたかったもん。マジで声綺麗だったから本当に綺麗だったね。っていうのがね結婚10年目の夫婦の会話ですね。これ結婚10年目になってくるとこういうことをで時間潰すようになってきます。すんごいこのペン楽しいっすね。待ってこのペンねみんな見てこれ iPad のメモ帳アプリのこのペンどういう感じのペンタッチになるか分かりやすく言うと芥見ゲゲ先生のペン入れみたいなペンタッチになる。わあそれ楽しいですね。なんかね面白い。ほらこういうこれピッピッピッって入れたらなんか結構呪術廻戦みたいな絵が描けそうなペンですね。ペンの角度を変えればいいんだこれ。ほら回すと線の太さが変わる。面白い。なんか実際のペンみたい。これアナログのさペンでさこっち向きに線引きたいからこう引くみたいなのあるじゃん。そういうのができる。めっちゃ面白いなこれ。これ実は僕が今描いてるねこの絵なんですけど、これ実家のトイレなんですよ。そうこれね実家のトイレの鍵がめっちゃ可愛くてカチャってこれひねるとこね、ひねるとこがすごいなんか間抜けなペンギンみたいな顔しててすごいそれが可愛くてねそれを今回ね絵にしたいなと思って。だいぶ苦しんでるかも。マジ、楽しいだけの企画のはずだった。いや本当に頭の中今ホラー映画だもん。楽しいはずの夏休みだった。サマーキャンプに参加した4人の大学生。絶対生き残らないやつだそれ
この触れ込みからさ生還したやつあんま見たことない。あんまいないね。なんだろうね、かわいそうにサマーキャンプに来た方だけなのにこのさ、このなんかさ平たいこうペンよくない？いやよくないよ。今ちょっと切れ気味でやってるから今自分やらせてもらってるんで今。そうそうそう。この動画さ実は最後にねタイムラプスもあるんですよ。ゲンさんが生まれてから今日までの写真を集めたタイムラプスとなっております。結婚式タイムラプスが流れるということはですよ皆さん、はい、完成した絵があるってことなんですよ。ああそういう、何にも2026お多分イエーイそうだった忘れてた。ちょっとこれのあれが難しすぎて。さやのこの絵が絵の元になってる絵はちょっと違うのかでも。あそう全然違うよ、ちょっとてか全然違うわじゃあ時系列的に、あの絵の後っていう感じ。なるほどね。最後にまだタイムラプスもあるんでぜひ皆さんね最後までお楽しみください。でもその前にすごく今苦しんでるところ。マジ苦しんでる。ちょっと待って本当に難しい。ちょっと待ってください。何見て無限が広がってるんだけど待ってアップできないのってこんな辛いんだね。でも確かにデジタルでアップできないって結構さ、難しいね。そう考えると苦しいです自分今本当に。いっそのことポスカ塗りみたいにできちゃったらよかったんだけど。でもさ前その解決法だったよね。そうレイヤーが使えないさ星1アプリの時ってね。そうポスカ塗りができればいいんですけどそうしなかった自分のツケこれが来てますか。来てます。ツケがね、なんかねでも不思議と面白いことにやっぱりいろんなデジタルツールが使えないとなんかアナログイラストみたいになってくね。ね僕のペン入れすんごいアナログっぽくない？アナログでなんかマジックで描いたみたいなそんな感じ。ちょっと面白いね。消しゴム消しすぎなんだよな。ちょっとでもなんか目消したい。ちょっとこの辺とか消したい。もう最初からやりたい。もう最初からやろうかな。もう最初からやるよ。もうやめなよもうやめるよ。男子泣いてるじゃん。そのパターンあるんだ。まああるかそういうパターンもそのシチュエーションで男子泣いてるパターンもあるよな。攻め立てすぎた、そういう感じか。なるほどね。重なっちゃってますね。そういう重なり方するんだお前。水彩絵の具じゃんお前。すげえ。こいつ水彩絵の具だ。色が濁る普通に上から色をのせると。すごーい。さやのそれを見てさ、塗りたくないってなって、アップできないんだよな。アップできないからまたなんかね細かいとこがむずいね。そうあとね消しゴムがね太すぎるんだよ。これ一個気づいたね問題点っていうか、そのお絵かきにしては消しゴムのサイズ感が一定だから細い太いみたいなぐらいの調整しかない。いや細いって細いない。てか細い消しゴムがないのか。そうだから例えばもう目ミスったらだから目のこのハイライトの位置だけちょっと変えたいなとか言ったらもう目ドン。でも確かにそういう私は無に聞きますみたいなそういうなんか遠慮のなさがある。いいなゲンさんの一瞬で消しゴムに切り替えられる機能。ちなみに使ってないよ一回も。本当？そんなに消しゴム使うこともなく。うわいいっすね。さすがっすわ。そんな小物みたいな声出せる。すごい小物だったね。小物だったね。はいということで完成までやっていきましょう。はいなんか数ある星1アプリを超えてきてしまうとただの快適なお絵かきアプリっていう。でもなんかゲンさんのやつもほんとなんかさ、もう慣れてなんかいつもの画面感すごいな。でもねレイヤーが最近僕あれかもしれない、レイヤー使ってないからかも。もう逆にそうなんか最近僕プロクリエイトでも落書きする時って色塗りするのも全部レイヤー1枚なんですよ。でもシルエットから描いて色塗のせて最後ペン入れして潰してみたいな、描いたとこ潰して描くみたいなやつは結構もう最近よくやってるから、なんかレイヤー1枚のお絵かきアプリって言われたらまあ別にそんなもんかみたいなさすがでございます感じはあるんですけど。いやめっちゃかっこいい。ありがとうございます。でもねやっぱちょっと色味のなんか色の調整みたいなやっぱり後からできないからちょっとむずいなっていうまあでもそうだね。ゲンさんの結構僕後から色をグリグリやるタイプだからそう一発で色決めらんないんで、ちょっとその辺はネックでしたね。でせいさんもね本当に本当に苦労してるのがね多分よく見えると思う。すごいいい感じだったけどな。いやねなんやかんや多分ね3回ぐらい書き直してんじゃないかな。
そうそう、多分後からねまた言うんですけど、これ今回キービジュアルイメージとは言ったものの、ちょっとキービジュアルそのまま描くのが無理だよね、ちょっとしんどかったので、背景もあるしね。あ、そう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 、なのでね、なんとかほら、なんかね、多分すごいでもすごいこうしてこうしてみたいなやっぱ線画が残せるのはいいですね。あ、そうだね、そう線画が残せるペンがあったから、それはね、それをふんだんに使って、はい。いや、いいですね。あとこのふわっとするペンも良かったね。ね、意外と書けちゃうもんですね。いやーね、メモ帳アプリといえどね、メモしたわ、完全にメモしたね。思う存分メモしたわ、心のメモに。だわ。レイヤーは2枚以上あるといいってメモしたわ声かけアプリでどうぞコーヒーということで終わりました終わったはい、iPad 純正メモアプリで描いたイラスト、はい、こちらです。せーのドン。おー疲れたあれなんか思ったより消耗してるね。ほら見て、まず、はい、これね1回目ね。1回目、おーすごい、なんかプロトタイプみたいな。そうそう、あーってなってうまくいかなかった。そうでいろいろやって、iPad がねあっちゃっちになりすぎちゃって、ゲイさんの方と1回ね行き来しててやつだね。そうして書いて、3、4回目でこれですよ。いやでもすごい、めっちゃいいね。さやのいつも描くデジタルイラスト感はもう出てる。てかまだ iPad すごくない？メモアプリ。すごいね。これメモアプリだぜ。メモアプリですね。まあレイヤーはないけど。そう、レイヤーがないのがねマジで。そう、レイヤーはないけどメモアプリだよこれ。最近なんかこう下書きありきの書き方ばっかりしてたから、困りに困り果てて、下書きを消しながら削りながらみたいな感じだから。でもいい、めっちゃいい。ありがとうございます。後ろに生えてるのはこれコーヒーの木なんですけど、あ、これの真実がねこの後分かるってことですね。そうこれは5分後ぐらい。5分後ぐらい。そのイラストの5分後ぐらい。なるほどね。ゲイさんのめっちゃかっこいい。ありがとうございます。元の絵とちょっとだいぶ変わってるから、ちゃんと一枚一枚で楽しめる感じになってていいね。これキービジュアルじゃないです。何にもの、さえはこのキービジュアルに描いてる絵のちょっと時間経ったみたいなね感じで描いてるんですけど、僕の場合はこれは実は今回の何にもでキービジュアルを描いた後、最後の仕上げだけ残して大体終わってたから、さやがキービジュアルよしやるぞ完成させるぞみたいな熱を帯びてる時期に急に不安になってたんだよね。なんかさやがすごい描いてるのになんで俺描いてないんだろうみたいな意味わからない気持ちになって1枚落書き描いちゃったんですよ。キービジュアルとは別の絵が今回のそのアパレルのグラフィックになってたりするっていう、キービジュアルの他に1枚描き下ろすっていうよくわからんことしたんだけどまあそんなやつに使ってる絵なので、こんな感じの絵でスウェットになるんですが、まあそれは置いといて、キービジュアルはこの後ね皆さんに見ていただくんですけど、途中でも喋ってたと思うんだけど、実家のトイレが可愛くて、ネジが2個、そうしかもこれネジの締まり具合が違うんですよ。それが可愛くて、どうにかそれを描こうっていうことで、はい、いやいいですね。いやなんかいい感じにこのペン、そうこれが良かったね。このペンね、つけペンみたいなやつ。それでね一回も使わなかった。あ、そうなんだ。これ良かったよ。これかなんか鉛筆みたいなやつ。そうこれ、僕もこの辺にタッチで入れてるんだけど、色鉛筆みたいなやつ良かったです。そうなんかね、ちゃんと画用紙のこすれみたいなやつがねなんか出るんだよね。これだからさ、こんな感じでなんかすごいね、紙の質感みたいな感じでこうザカザカ出るから、これがすごい良かった。それが良くて、私はね主にそれ主線で使ってますね。線で、線それでやったんだ。そう線ほぼそれでやってて、ちょっとだけミリペンみたいな、一番左ね。そうこれがねなんかこう、いわゆるアクリリックマーカーみたいなペタッと塗れるやつで、それをとことこ使っております。思ったよりなんかさ、こんなテクスチャ感出してくれんだみたいな。お絵描きアプリぐらい出るじゃんね。レイヤーさえあればこれでいいじゃん。そうレイヤーさえいてくれれば、あと戻るボタン、ダブルタップで戻るね。そうてかiPad のメモアプリにダブルタップで戻るとレイヤーさえあればさ、それでよくない？もうそれでいい。全然お絵描きできちゃうね。いらない他の。でも多分レイヤーが入っちゃったらメモ帳じゃないんだよね。確かにね。でもそう考えるとさ、その一手間のレイヤーが入んないってことは、よく考えてください。メモ帳ってさ、こうやって何枚もこうやって重なってるじゃん。リアルメモ帳ね。こうやって1枚ずつめくってると考えて、あれってレイヤーとは言えないんですよ。だから別にメモ帳に実装してあってもおかしくないんだけど。ということで iPad メモアプリは相当楽しく書けるということが分かったので、レイヤーがなくてよければ、iPad 持ってる人だったらタダで使えるんで、そうだね、めちゃくちゃおすすめとは言わないですね。だったら2000円出してプロクリエイト買った方がいいです。いやタダでメディバンペイント入れた方がいいです。けどまあ本当に楽しめる。そうだね。かなりなんか気分転換にメモ帳でメモしながらお絵描きでもできちゃうくらい書けるアプリだなと思いました。楽しかったです。ということでこれではないんですけど、何にもの2022
2026年秋もう何にもオータムですよ。オータムオータムコレクションポップアップが、もういよいよ開催になりまして、なんかつい最近、はい、センスやった気がしたんですけどね。実際そうだよ、まあね、実際そうなんだけどね、今回ね東京ではこちらの日程、大阪でこちらの日程、2会場でね、秋はやらせていただくので、こちらの詳細は概要欄に書いてありますのでぜひご覧ください。そして今回のキービジュアルこの後タイムラプス貼りますので、ぜひ最後まで見ていってください。どうぞ。さあということで書いていくんですけど、まあ、相変わらず僕はラフの状態から入ってたりすることもあるので、タイムラプスにせいさんの楽しみの一つですね、ちょっと全然違うよねっていう構図が、なんかむしろ全然違うよねというか、もう何が何だかって感じ、そうだよね。だから結構まあそうだね、こういう書き方やっぱりなんかぐしゃぐしゃぐしゃってワイヤーみたいに一回書いて、その後考えてみたいな。ちょっとまだね右の子が実はまだ表情が穏やかなんですよねこの時は。本当だ、でなんかそう聖母のような子を描きたいと思って、こう聖母マリアのような包み込むような子に包まれてカフェインに中毒になりたいみたいな、そういう感じで左の書いたんですよ。怖い。ただこの周りに書いてるものはやっぱりこれ、カフェイン中毒の人が見る何かこう幻覚みたいなのを考えてるので、できるだけ法則性のない意味のわからないものにしようと思って、なんかこうちょっと書いてはぐにゃって歪んで、書いてはぐにゃって歪んでるね。ある種なんかこう丁寧にここは絶対に書かないみたいな強い意志がありましたね。なんかすごいおっかない話してたよ。だって中毒でこれでもうペン入れしてって、今回はなるべく白黒というか、色をたくさん使わないでモノクロベースで描いていこうかなって思ってるので、まずはねざっくりペン入れをしていって、その後考えようと思ってました。この絵なんか、結構こうじっくり見るのが楽しい絵になってるよね。そうだね、なんかいろんなとこ見てくれたらって感じですね。これゲンさんに見せてもらった時にさ、ここにもいる、ここにもいるとか3人の女の子が一応ねいるんですけど、そうカップの中にいる女の子から何かこうカップが割れて何がしかが流れ出ているというね。はい。で今回タイトルがさ、これ、カフェインジャンキーガールズ。いやそう、カフェインジャンキーなのはガールズではなく俺なんだけどそれをガールズに肩代わりさせることでまろやかにしているという気持ちなんです。まろやかになって、ちょっとこれで怪げな顔に変える、怪げな顔になったはあみたいな、そういう顔にちょっとこういうなんかねそしり顔じゃなくてのしり顔ってそういう感じにしたいなということで。でもやっぱりなんかこう、ゲンさんの子ってさ結構無表情が多いからさ、表情がつくとなんか、私結構そう表情がついてるゲンさんの女の子好きです。ありがとうございます。はい。でこのなんかねこのスウェットの感じはちょっと今回の何にもに、この感じのシルエット感のこうスウェットを作りたいなと思って先んじてちょっと書いておいたっていう感じです。ちょっともう柄は変わってるんですけど、木もいるよ。でそこのこのシルエットのあれです、このシルエットのスウェットに対してトイレの鍵の女の子がプリントされるので、ちょっとそれね商品画像出たらぜひ楽しみに。これはねやめました。てかゲンさんさ、こっからめっちゃないですよね。こっからどうしようかなと思って、なんかイラストとしてはもうこの辺で完成でいいんだけど、どうしようかなみたいな。だから何にもって毎回テーマとしては、今までなかったやつを描くっていうのがテーマなんですよ毎回。そうなんか存在しない子を描こうとしてやめました。人が現れて消えた。だから、ね、今回どういうことしたらなんか今までとやってることが違うというか、毎回技法を変えようがテーマなんですよ実は、裏テーマで。多分みんなあんまりあんまり伝わってないと思う。すんごい悩んでる。個人的なはいちょっとこの後ね最後に完成見せるんで、おでそしてさやさんのターン、うわコーヒーガチで塗っとるやん。いやそう今回昔ふざけてやってたコーヒーで描いてみたをガチでやるわけですね。いやそうなんですよ。すごいわこれね、成長を感じるね。だいぶコーヒーをだいぶ濃いめに出したやつをベッてやって、でさベッてやったせいでT シャツがベッてコーヒーになってしまって飛んじゃってましたね。すごい本当にこんながっつりコーヒー入れてたんだ。そうそう、なんかね、2度塗りぐらいして1回コーヒー塗った後に1回乾かして、でその後なんかもうちょっと模様っぽく残したいなと思って、もう1コーヒーして、いいね。そうしたらね、なんかね結構こうなんていうの、少しレトロじゃないけど、こうぼやっとした古さっていうのかな、なんかそんな感じのがね出て、そうその感じがあるね。普段あんまないあったかさみたいなのがね出たのがすごい良かったので、僕なんかね1枚同じ色を1枚にこうバーって塗ってからさやるっていう技法ってアナログあるあるなんだなっていうのを最近知りましたね。なんか埋まってる、なんかこう上から色重ねてさ消えちゃってるようで、実はなんかこうもう布じゃないや、紙に色がついてるから、これいいよね。その系色になりやすいっていうのがね。デジタルでも結構さ、僕ベースに一回こう塗り漏れ兼ベースみたいなのでベーって塗ったりするんだけど、それのアナログ版みたいなそう感じですごく。でももっとなんかこうデジタルにムラが出るから、それが味になっていいね。い
いやでもねこの絵はね本当にいろいろありましてね、だってねそうこれまあどっかの動画で言ってたかもしれないけど、やめたもんね8時間分ぐらい。いやそうだ最初8時間ぐらい塗って、ミスりましたつって泣く泣くもう一回ボツにしてたね。そう塗り直したもんね。そうだからコーヒーも実はばらまくの2回目だし、ね、だからこの絵は2回目なんだよね実は、そうなの全く同じ絵の顔完成してたんだよな。顔の部分はほぼ完成してたけど、でもどうしてもちょっとどうしても愛せないということでやめましたね。もう一度描き直して地味にこれだからさ弱気とかナビ目がいるのもいいよね。いやそうなの最近なんかねこう忍ばせるのが結構好きで、もう右下になんかこう、なんでこいつ浮き輪しとんねんみたいな。ナピこれはテーブルの上もビチャビチャのコーヒーまみれだから、コーヒーでビチャビチャになってるってことか。そうそうコーヒーの上に生息してるフラミンゴちゃんたちで、これ後ろコーヒーの木なんですけど、そうこれコーヒーの実をねいっぱい描きすぎたら、これちょっと集合体恐怖症すぎるなと思ってそうなので今回ねこう後ろの木のね部分を、わざとちょっと下書きの線を残してそうふわっとさせてるの。はいはい。ちょっとピントがこう上に行くにつれて奥に行くにつれてちょっと甘くなるみたいな、甘くなってる、そういう表現ですね。その感じかつ、なんかこのこのコーヒーのこの跡もバーって残ってるし、なんかこうちょっと肩の力を抜いてますよみたいな感じを出したくて、さあということで完成しました。はいおめでとう。やっとできましたね。はいというわけでフレームもね最終的にはこう考えてつけてみたんですけど、意味合い的にはなんかまあなんか自分のこのカフェインに対する気持ちみたいな、なんかすごい自分の健康を一瞬良くしてその後害するみたいなノイズの気持ちも込めて好きな色をノイズにするっていうので表現していました。そしてこちらバージョン1がバージョン2として今回のキービジュアルとしては実はこれで完成ということにしてます。そうだね、脳内を覗き見ている感じのイメージで作りました。なので今回ね2つある感じですね。二面性というか、でそしてロゴも自分で作成を今回しようということでカフェインジャンキーガールズのロゴも作りました、いやねこれもなんかちょっと歪んでてかっこいいね、歪んでて垂れててっていう、でそして自分の目を加えるっていう形でしたね。でさやさんいいですね。これちょっとねデジタル上で少しこう光の表現を加えてるので、原画とちょっと違ってるんだけど、そんなところもね原画と見比べてほしいなとも思いつつ、いや可愛いね。色味もいいし朝の光です、朝寝坊です。おはよう。モーニングボーイってことですね。いやそうそう、モーニングボーイだけどちょっとね、もうコーヒーでぐちゃぐちゃなんでね、まあもういいかみたいなコーヒーなんかひっくり返しちゃって失敗しちゃったけどまあええかまあええかの顔なんだこれそうそうというわけで今年の2026年秋の何にもよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。いやどちらにしてもかなりねまた、新しい挑戦がいっぱいある。絵に関してもだし、そうだね、商品に関しても、だしね。ちょっと面白いものいっぱいができました、よろしくお願いします。お願いします。いやでも本当にね今回カフェタイムだったはずなんだけどね、テーマがなんかさ絵が二極化しすぎてるよね、そう最近なんか夏目さんちの絵の二極化がどんどん進むいや前からだけど前からそういう気持ちはあったけど、今回よりって感じでお互い笑ってたね。